こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材レビュー、そして猫の絵のメイキングをアップしています。今回はリフティングという技法についてお話ししたいと思います。リフティングとかリフトアウトとか拭き取りって呼ばれているものなんですけれども、一言で言ってしまうと筆やティッシュを使って色を取り除く、あるいは色味を抑える技法のことです。水彩は色を重ねる足し算の表現だけではなく、色を抜く引き算の表現もできるんです。今回塗った色が乾かないうちに拭き取る場合と、完全に画面が乾いてから色を取り除く場合の2パターンご紹介します。風景画ですと雲や雪の表現に使えるほか、ハイライトを作る場合にも重宝するテクニックだと思いますので、ぜひお試しください。それでは行ってみましょう。まず最初に色が乾かないうちにやるリフティングをお見せします。水たっぷりで絵の具を溶いて塗り広げます。水分が多いと乾くまでの時間にゆとりができるので、私は多めの水と絵の具を使って塗ることが多いです。そしてまだ画面が濡れている間にティッシュを使って色を拭き取ります。ポンポンと軽く叩いたり、色を吸い取るような感覚で紙に触れるといいです。ギュッと押し付けても、それはそれでユニークな表現ができると思います。空の雲をイメージしてリフティングしましたが、絵の具が乾かないうちにリフティングすることは何かを描くことだけではなく、単純に色がはみ出してしまった箇所の修正にも使うことができますので、覚えておくと便利です。また、ティッシュだけではなく、水で濡らした筆や綿棒、スポンジを使ってリフティングすることもできます。絵の具が乾かないうちに早くやらなきゃと思うと、なんだかちょっと落ち着かない気分になりますが、水彩紙によって絵の具の乾くスピードは様々なので、比較的乾くのがゆっくりな紙、例えばキャンソン、モンバルとかホワイトワトソンを使ってみるとやりやすいかもしれないです。あとは雨の日も絵の具の乾燥が緩やかになるので、気持ちに余裕を持ってリフティングしやすいかもしれませんね。続いて、完全に画面が乾いた後にリフティングするパターンです。この方法はちょっとした小さな箇所の修正やハイライトを抜くのに適しています。綺麗な水を含ませた筆で色を抜きたい箇所をなぞります。筆の水で絵の具を溶かして浮き上がらせるようなイメージです。で、色が溶けたなと思ったら、こちらのティッシュでポンと拭き取ります。もう一回お見せしますね。グリグリっとハイライトで抜きたい部分を水筆で濡らして色を取ります。こうやって何回かリフティングを繰り返していると、その分明るくはなりますが、何も塗っていない紙の地と同じような白さにするというよりは、濃くなりすぎてしまった部分をワントーン明るくするのに向いています。こういう先の細い筆を使うと便利です。ちょっと取りすぎちゃったなと思ったら、再び色や線を付け足すこともできますので、絵の仕上げの段階であったり、繊細な表現、細かな微調整にかなり役立ちます。色を取るときに使う筆は、柔らかい毛質のものはふんわりと色を取り除けますし、ナイロンのような硬い筆を使うと、パキッとメリハリの効いたリフティングがしやすいです。本当に使う水彩紙や筆、そして絵の具の性質によっても様々な表情を見せてくれる技法なので、お手持ちの水彩画材を使ってぜひ試してみてください。そして一言言っておきたいんですが、水彩紙によっては一度乾いて定着した色が再び水で濡らしてもなかなか動きづらい紙があります。そうした紙はそうした紙で重ね塗りが綺麗にできたりとか、いいところたくさんあるんですけれども、色が乾いた後のリフティングにはあんまり向かないかもしれないです。個人的な所感なんですけれども、コットン 100% の、いわゆる高級な水彩紙ほど色の定着が強くてリフティングしづらい傾向にあると思います。絵を描く時の参考になったら嬉しいです。他の技法についても短くまとめた動画がありますので、チャンネル登録して他の動画もお楽しみください。よかったという方は高評価も押していただけるとすっごく励みになります。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。